されども、今回はパスタ会です。冷凍シーフードを使ったペスカトーレを作っていこうと思います。よくある一般的なペスカトーレを作ろうとすると、イカであったりエビ、アサリ、ムール貝とか結構揃える材料が多いのでね、もちろんちゃんと作るのはめちゃくちゃうまいんですけど、今回のこの冷凍シーフードを使ってもしっかりちゃんと美味しいぞっていう、そういったペスカトーレを目指します。まず玉ねぎはみじん切りにしておきます。玉ねぎの大きさ自体は比較的普通ぐらいですかね。あんまり大きくないものを今回は使用しました。それをだいたい4分の1ぐらいですね。しっかりとねみじん切りにしていきますか。この時もね、あまり叩きすぎないで、叩いちゃうと玉ねぎからね水だったりえぐいのが出るんですよ。はい。みじん切りにした玉ねぎは何か小さいボウルとかにこう移しておいて、次はニンニクですね。ニンニクもこれまたみじん切りにしていきます。スライスでももちろんいいんですけど、なんかね今回のレシピだとこのやっぱニンニクとかみじん切りの方がね、ソースの味がしっかりとこう乗るというか、はっきりするんですよね。なのでできればみじん切りをおすすめします。ニンニクの芽を完全に取り切ったと思ったんですけど、ちょっと先っぽに残ってましたね。まあこれぐらいであればよしとしましょう。それで次はトマト。これもねペスカトーレでは大事な要素ですよね。このソースのパスタソースのベースになる味なんで外せないポイントです。これもそうですね、ちょっと火が通りやすいように細かめにカットしておきます。3% の塩水で解凍しておいたシーフード、これは水気を切って、それで水分をねペーパーで拭っておきます。この冷凍のまま使うパターンと、解凍して使うパターン、大体この2つに分かれると思うんですけど、僕の場合はねあれですね、解凍して使うパターンの方が多いですね。なんかそっちの方がね、ネガティブな風味が出づらいような気がしてるんですよね。で、基本的に解凍の時は流水解凍でいいんですけど、よりこう風味をね閉じ込めたいっていう場合は塩水でじっくりと解凍します。塩水、3% の塩水ですね。でまずは強火でこうあんまりいじらないで片面にねしっかりと焼き色をつけます。これぐらいですね。これがね美味しさの素です。これをちゃんとやっておくとやっておかないとじゃだいぶ差が出ます。それで日本酒を加えて、でそのね水分もしっかりと煮詰めます。でこれ白ワインじゃなくて日本酒を加えたのは理由はあるんですけど、手に入りやすい、料理酒であるということと、あとはですね今回の味付けがペスカトーレではあるんですけど、和のペスカトーレにしていこうと思ったので日本酒にしました。でさっきのフライパンそのままにして、オリーブオイルを加えて玉ねぎとニンニクをこう炒めていきますね。ここでしっかりと香り出しましょう。そしてそこにトマトを加えて、これまたトマトにも軽く塩しておきます。塩するとトマトから水分が出てトマト自体の旨味もすごく安定すると思うんですよね。水分がある程度なくなってきて旨味がね詰まってきた頃合いですね。これはそしたら和だしを加えます。
私はちなみにもちろん一から作ってもいいですけど、それがねちょっと手間だという場合は顆粒のものであったり、あとはだしパックとかでも全然大丈夫です。それで、パスタはですねだいたい3分前ぐらいには引き上げてソースをねしっかりと煮含ませていきます。こう和だしとトマトのね味わいが非常にこう安心したような旨味があるんで、それをねこうパスタに煮含ませることで食べ飽きないような仕立てにしていきます。そしてそこに最初に炒めておいたシーフードですね、これも加えて合わせます。で少しだけコク出しでバター、やっぱりねこれも好みによるんですけど、個人的には和だしで非常に優しい味わいになってるんで、こうバターでね奥行きをグッと出すようなイメージです。あとはパスタに火が入るまでしっかりと煮絡めていきます。そうしながら何て言うんですかね、ソース自体にも濃度をつけていくような感じです。だいたいこれぐらいになってくるとねいい感じですから、あとは仕上げにオリーブオイルを振りかけて香りをねプラスするような感じです。そしたら熱いうちに盛り付け、ドレッセですね。これもグッドソースがたっぷりとパスタに添えれるような、そんな盛り付けをしましょう。あとは仕上げにパセリと黒胡椒をたっぷりと振りかけて、これで完成です。いやこれはうまし、安心するうまさっすね。シーフードいいぞこれ、臭みも全然ないし。冷凍シーフードだとちょっと足りてないような魚介のうまみ感っていうのを合わせだしが優しくこうサポートしてる感じ、あとフレッシュのトマト感がやっぱいいっすね。フレッシュのトマトうまいよな、ソースにすると。というわけで冷凍シーフードで作る和風ペスカトーレでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。